こんにちは。今日はバンチャン村に行きたいと思います。ホテルからバンチャン村に向かうバス停に向かう途中、ハンダウ公園を通りかかったら陶器遊びしてる人たちがいます。この辺りは交通量も多く騒がしいのですが、このようなモニュメントもあり、ちょっとした癒しスポットになっているようです。バンチャン村に行くバスがドンビエンバス停なんですが、さっき言ったように交通量がすごい。はい、バス停着きました。47番に乗ります。バス停自体は広いですが、ちゃんと数字が書いてるので分かりやすいです。しばらくバスを待っているとやってきました。47番線には A と B があるのですが、 A に乗った方がバンチャン村近くに着くので迷わず安全です。はい、乗り込みますよ。バス停には人がたくさんいて、待ってる間にいっぱいバスが来てどんどん乗り込んでいったのですが、バンチャン村行きバスは空いているようです。料金はこのように回収に来るので、その時にお支払いです。空港からのバスと同様、細かいお釣りがない可能性もあるので小銭を用意しときましょう。バス停で待っている時、どこへ行きかわからないけどめちゃくちゃ人が乗り込んだバスもありましたが、空いていてよかったですね。バンチャン村へはだいたい1時間くらいです。バンチャン村自体が郊外なので、乗っているとどんどん田舎に向かっている感じがします。バスの料金は一律で、降りたい駅に近づくとボタンを押して知らせるようです。最初の方は降りる人が多かったんですが、だんだんと降りる人が少なくなり、この人のように時々止まって降りていきます。バス自体は全然難しくありませんね。タクシーを手配して待っていてもらって、それで帰るっていう手もありましたが、どれくらい時間がかかるかもわからないし、待ってもらっているのも気を使うので、私はバスにしました。しばらく乗っていると陶器が見えてきました。バンチャン村もあと少しですね。料金もとっても安いので、自力でバスで行くのも全然問題ないかと思います。バンチャン村が終点になるので、乗っているのは私たちだけです。はい、バンチャン村到着しました。帰りも乗る場所は同じ場所になるので、降りたところを忘れないようにしましょう。降りたところはこんな感じ。見て、かわいい。可愛くないですか？インスタ映えしますね。では回っていきましょうかね。一応良さげな店をピックアップしてきたので、それを元に回っていきたいと思います。まずバスを降りてバス停背にして左に向かっています。通りには屋台が出ています。まずは調べたお店が入ってるこちらに向かいます。こちらにはいろいろなお店が集合しているようです。バンチャン村はバンチャン焼きという有名な焼き物の村なのですが、バンチャン焼きといってもいろいろあるみたいですね。今はカラフルなニューバンチャン焼きとかあるとは聞いていましたが、かなりのバリエーション。バンチャン焼きはベトナムお土産の定番。私もいいのがあればいくつかお土産で買っていきたいなとは思ってるんですが、これは大変。でも見てるだけでも楽しいですね。この青いのが昔ながらのバンチャン焼きですね。こちらのカラフルなのがニューバンチャン焼きです。いろいろ素敵なものがあるんですが、飛行機の荷物の重量制限もあるので、厳選して買っていかないとです。のような大物もあります。日本の益子みたいですね。益子もこんな感じでした。お皿的なものだけでなく、このような貯金箱があったり、これは装飾品なのかな？お子様向けの食器とかも売っていました。ような絵付け体験もできます。同じお皿でもデザインが少し違ったり、デザインが同じでも微妙に値段が違ったりするんですよね。お、ここはゴージャスゾーンですね。お金持ちの人が買うのかな？はい、さっきのショッピングゾーン出てきました。
バス停すぐ横にも同じようなショッピングモールがあるのですが、そちらは大型のものばかりでした。次に行くお店としてピックアップしていた LC ホームに向かっています。先ほどの陶器市場も大体がそうなんですが、値段表示がないお店がほとんど。 LC ホームはほとんど値段表示があります。後でバンチャン陶磁器博物館に行くことになるのですが、着いた当初は位置感覚がなく、この道のもっと先だと思っていて、バンチャン村をご飯食べてからくるっと回ればいいかなと後で行けたらと思っていたんですが、 LC ホームのすぐ横でした。後で紹介しますが、博物館も面白いです。行かれる方はぜひ一緒に。 LC ホームの看板が見えてきました。こちらになります。バス停から7分くらいかな。暑い日だと少しきついですが、ここは来る価値あります。入り口は2階になります。陶器市場と比べると綺麗ですね。こちらはニューバンチャンが売っています。おしゃれな店内。売ってるのもデザイン性がありおしゃれですね。お店の中でなぜか鯉が泳いでました。陶器市場だと同じデザインで他のお店で見たり、あとバンチャンで売っていてもそこにバンチャン焼きの印が入っていなかったり、まあそれでもデザインが気に入ればそれはそれでいいと思うんですが、こちらにはそういうものはありません。若干値段は陶器市場より高いかな。こちらの商品はこのようにそこにお店の名前が入っています。裏でちゃんと作ってるんですよね。だからか他のお店にはないデザイン性があるのかもしれません。ここすっごくおすすめです。私が買ったバンチャン焼きお土産ほぼここで揃いました。店内も綺麗だし気持ちよくお買い物できます。はい、買ったらこんなカゴに入れてくれました。紙袋代わり。ちょっと高いけど日本円で考えるとお店も綺麗でサービスも良いしデザイン性も高い、問題なしです。買ったのはこちら。もっといろいろ欲しくなったんですけど、スーツケースに入れて運ぶことを考えると大きさ的にあれくらい。途中角にカフェがあります。バンチャン村、食器屋さんは山のようにあるけどちゃんとした飲食店がほとんどないんですよね。貴重なカフェです。そろそろお昼なのでランチにしたいんですが、さっき言ったようにあまり飲食店がない。一応調べてきたのでそちらの方に向かいましょう。目的のお店はこの通りの奥にあるようです。本通りのさらに奥に入ってきます。調べてなかったら絶対入らないな。ここがお店のようです。特に店員さんに案内されるわけなく、適当に空いてる席に座ります。ずーっと待っていると注文を聞きに来てくれるスタイルです。この旅で美味しいとハマった揚げ春巻きです。こちらが名物のパインクオンです。はい、ランチも食べたので次の目的地のお店に向かいましょう。陶器市場から離れると賑やかさはなくなり、ちょこちょこお店はあるけど生活感が出てきます。先ほどのランチしたお店美味しかったですよ。パインクオンは私初ベトナム料理ですが、蒸してふにゃふにゃにオニオンフライがいい。あれがないと微妙かも。こんな感じでした。なんですかね、ベトナム料理ってすぐお腹いっぱいになるけどすぐお腹すくんですよね。さっきのお店でもすぐお腹いっぱいになっちゃって、2品でかなり満腹。陶器市場でもちょっとだけ日本語表記があったり、先ほど値段表示がないと言ってましたが値段表示はある店もありましたが、おっとこれはなんだ、大きい。何かなと思っていたら学校のようです。なんでだかわからないけど子供たちが門が開くのを待っていました。話は戻りますが、次のお店は日本語表記ではなく日本語が通じるお店なんです。 Google マップだとこの辺りなんですが、向かいのようでした。こちらも LC ホームと同じくデザイン性が高い商品がたくさんあります。金額もほとんど書かれているのですが、ドンではなくドル表示です。LC ホームよりも商品が多くいいものたくさんあるのですが、
結構値段は高いです。陶器市でマグカップが300円だと LC ホームが500円、ここだと1000円超えって感じのイメージです。同じデザイン性を求めるなら LC ホームで十分だなと何も買わずに後にしました。思ったよりお買い物が早く済んじゃったので、バスから見えていた博物館に行こうと思います。はい、こちらがバンチャン陶器博物館です。建物がすごくおしゃれですよね。陶器で作られた絵が飾られています。入り口はここになります。全然混んでないのですぐ入場。入ると先ほどの不思議なデザインの下の空間に行けます。ここのスペースは柱ごとに小さいショップが展開されています。ろくろで粘土をお皿にしているイメージかな。立てるのが大変そう。お皿がこんな風に。いいリサイクルですよね。ちょっと歩き疲れちゃって、まずは4階のテラスで休憩です。では3階に降りて見学していきましょう。こちらは2018年に建築され、やはりろくろがリンクするイメージで建てられたそうです。7つのろくろを表しているらしいです。11世紀にハノイに遷都された時には、ここでは陶器作りが行われていました。この土地では陶器作りに適した白い粘土が取れたんです。本格的になったのは15世紀。700年以上も前から陶器の村だったんです。この博物館ではバンチャン村の歴史、バンチャン焼きがどのように作られていたかを知ることができます。また昔ながらのバンチャン焼きから今出てきているニューバンチャン焼きに移っていく流れなども展示されています。書いてることがわからなくても見てなんとなくわかる内容なので、見ているだけでも面白いです。ではしばらく展示品をご覧ください。展示品を見ながらチャンネル紹介です。野外活動部は山と旅を行きやすく、行った気になる動画作ってます。登山や旅行好きはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。バンチャン村は近くに黄川が流れており、世界各地へと輸出され、日本でも千の利休など有名な茶人に愛用されていたらしいです。この後バス停に戻り、陶器市場で買おうか買わないか悩んだマグカップを再び見に行って帰ります。思わぬことでバンチャン村一周することになりましたが、バンチャン村はこんな感じです。ここも映えスポットで写真を撮りに行くっていう楽しみ方もできると思います。いかがでしたか？ショッピング好きの方なら楽しめると思います。田舎の陶器町の雰囲気を楽しむというのもいい手。家族連れのお父さんは振り回されて陶器市場のベンチでぐったりしている方もうまく付き合ってください。バスはだいたい40分おきくらいかな。バス停にバスが来てなくても近くのお店の陶器とか見ていればすぐ来ます。では今日はこの辺で終わりにします。バイバーイ。次回は金曜20時雨飾り山です。土砂降りの中登りました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです。ここをポチッとお願いします。できましたか？ここです。していただけた方ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。